じゃあ続きます。はい。まあ実は、ママさんがマリコさんのことについて話したとき、分かっててね、なんか検索したんですよ。もちろん、ママさんは SNS はあんまりしてないみたいんだけど、検索してください。ビジネスやってるからか、はいオープンに誰でも見つけてくださいって。はい、わかりました。ベルリンの場合は、韓国人もあるから。そう、韓国人の友達、私ね、陶芸家で韓国人の友達ね、3人いるの。3人。そう、ベルリンにね、3人の韓国人の陶芸家がいて。珍しい。いや、でもね、私は友達じゃないけど、韓国人の陶芸家ってまだまだいると思いますよ。こっちに活動する。そうなんですか。まだまだいるって言ったらちょっと大げさだけど、もう何人か絶対いると思う。私は美術とか、この前後についたら友達とかいないんですかね。あ、そうです。はい。まあ音楽の場合は今楽器やってるから、まあ先生がいろいろありますけれどもね。美術はね、難しいこと。私の場合は、嫌なことはないんだけど、難しいことなので一つ。それで、実力が出ないことの中で一つ。それで、前の大学生の時に、なんと言ったっけ、ルーブルに行ったことあったんだけど、友達と一緒に、高大生の2人が一緒に、美術館の有名な場所の中で、ルーブルに一緒に来た。でも、2人も全部興味なくて、30分ぐらいかな。それで有名な作品見た後すぐ出ました。他の場合はね、美術館に行くと、なんかオールデイ、オールデイする人もいたと聞きましたけれども、私たちの場合はちょっと。そうか。だってそうですね、なんか、絵を見たらね、絵をずっと見たら何か感じることがない。それが絵かなとか。それは人様々ですよ。人それぞれだし、感じなかったらじゃあダメなのかってこともないですし、感じるのがじゃあよしとしなんていうか正解ってわけでももちろんないですし、私もそんなに感じないですよ。私なんかね、自分が陶芸やってるからじゃあアート全般好きなんでしょって聞いてくる人も稀にいますけど、絵を描いたり見るのも好きですけど、じゃあなんか感じるものあるかっていうとそんなにない。それは多分私が絵を見るなんて言うんでしょうね、見る目が養われてない、絵の勉強をしてないから感じるものがないのかもしれないし、ただ単になんでしょうね、実はどこかで関心がないのかもしれないし、それは分からない。それでね、博物館とか美術館に行ったらやっぱ私の場合、私のようなタイプの場合はやっぱりどうすんととか言って、ガイドがその歴史とかその作品の意味がある、なんか意味があったとか、こんなこと、教えてることがいいんじゃないかな。ガブゲインさんね、それがなければ全然できない。韓国人と日本人が一緒に座ってスペイン語
勉強してる絶対動機を作ってるなんか珍しいことですね。素晴らしいですね。ベルリンではでもね、普通なんです、それも。もうだって知らなかった。もうベルリンの人口の半分以上は、確かドイツ人、非ドイツ人なんですよ。非ドイツ人って何です？ドイツ人じゃない。非。そうそう。だからベルリンの人口の半分はドイツ人じゃない人たちで構成されてるんで、もうね、すごく、だからスペイン語を勉強したいってなった時に私みたいな日本人がね、簡単にスペイン語話者と会えるの。もうそれこそチレニアンカフェも行けるし、メキシコちょっと다르구나。メキシコは他のことですね。いや、メキシコもスペイン語、ブラジルはポルトガル語。わかります。で、近所にもスペイン人の友達いるし、2人もいるし、もうなんかね、簡単にロシア人もたくさんいるし、ベトナム人も。何か勉強しようと思ったら他の言語を、ベルリンはとっても簡単にできちゃう。知らなかった。なんか教育的なところですね。まあそれだけ移民が多い国だからね。だってね、ポーランドの場合はね、ポーランド人が多かったんです。だって前から観光の国みたいはないんですからね。なんかイメージがね、だってアジア人が全然見えなかった。それから私は良かったんだけどね。だって親切な人が多くてね。ポーランド人はみんな優しいって、優しいんですよ。びっくりしました。ドイツ人も見習ってほしい。ドイツ人は優しくない。本当に。だってね、私ね、そうしたらね、ポーランドに行くときにはずっと私が笑ってますよ。笑ってました。それで。それは素晴らしい。なんか良かったと思って、いつも笑ってたんだけど、今ドイツに行くときにはね、ちょっとなんか雰囲気が違くてね、それで、マイクさんが言っている場合で、笑わないことになった。そう、ここの人たちは笑わないです。無駄に笑わない。それでね、何か私に起こったんじゃないかなと初めてはね、誤解したんだけど、それはない。それじゃなく、ただ笑わない。ただ笑う理由がないと笑わない。こんなのはちょっと残酷じゃないの？人生はだって難しいのにね。だからドイツ人はね、結構現実的だけど、やっぱちょっと損な国民で、なんか面白いものがないの、なんか理由がないのに笑うってことをしないから、なんだろう、でもさ、笑ってると楽しくなるってことあるんですよ。笑うから自分がなんか面白いとさ、私はこんな意味でした。そうだけどそれができない人たちだから、結構ね、天気も悪いでしょ、だからね、やっぱりうつの人多い。ディプレッション持ってる人とっても多い。さっきの話だったんですね。そうで、なんでディプレッション持ってるかって、今言った天気の話、あと文化的なそういう無駄に笑ったりしないとか、あとすごくね、国として経済的に今強い国だから、ね、だから労働者がとっても守られてる。労働者の権利が守られてるでしょ。分かってます。だからみんなね、こう満たされてるわけ。人生なんかこう困ったりすることがそんなない。お金も入るでしょ、お仕事ついてたら、仕事なかったら国ね、政府が生活支援してくれるし、だからね、どっかでみんな満たされすぎてて、日本も同じだけど満たされすぎてて、実はすごく幸せなことなのに、
不幸せを探してしまう悲しさがある、人間の差がなんだよね。満たされすぎてると良くない。満たされすぎるってどういうことですか、英語で。なんだろうね。I think we're too fulfilled. Like, because we have a lot of supports available from government, 政府とか国からね。Whenever we need help, you know? だから本当の意味で困るってことがあんまりないわけ。なんかもうお腹が空きすぎてのたれ死ぬってことはないわけでしょ、それぐらいの経済力だったらまず国が支援してくれるから、ね、だからみんな満たされすぎててみんなサティスファイドしてる状態だから、そういう状態にいると人間って不幸せを見つけたがるの。なんか困ってることをすぐなんか悪いこととか。そうそうそう。まあ、それはドイツ人がとっても得意なこと。残念だけどね。なんかネガティブ意味があるんだよ。そうだよ、ドイツ人はとっても現実的である一方で、ネガティブでもある。そうなんですね。ちょっと日本人と似てるのよ。似てますか？今経済的には成功するんじゃなかったの？どっちが？日本の場合って経済大国じゃないの？いや、ドイツも日本も経済大国ですけど、国の成り立ちっていう意味では、どうやって経済大国にまで成し上がったかっていう経緯はすごくドイツと似てるんですよ、日本。そうなんです。そうそう、もともとね、日本も戦争があって貧しい時期があって、でもその後に工業、インダストリーの方で、インダストリアルな、分野で、例えば車とか、ね、テクノロジーとか、で日本は電車とかね。そうそう、日本はそうやってして経済を立て直しましたよね。でドイツもすごく似てる。車とか。そう、フォルクスワーゲンとか、メルセデス・ベンツとかも。BMW とか。そうそう、いろいろあるでしょ。で、工業で国を立て直したっていうところが、日本とドイツはとっても似てて、で、だからにドイツ人も日本人も勤勉だっていう、よく働く、ね、そういう人たちだっていう風な印象を世界中に与えたのはまさしくその時代だと思うんですけど、まあ、ちょっとドイツ人は私は働き者だと一切思ってないんですけど、そうで政治的な意味でもちょっと日本とドイツは似てるかな。ただね、ドイツは移民をたくさん受け入れましたけど、そうみたいですね。日本はね、それをしないのは私は正解だと思う。私も、今韓国の場合はね、社会の問題の中で私のような結婚しない人がそろそろ多くなったんです。その問題は、まあ、もちろん、ベイビーさんが前にね、少なくなるんじゃないですか。それで、その後はね、問題すぎるになったら、多分外国人の移民が始めるんじゃないかなと、まあ、もちろん今度もあるんだけど、始めてるんじゃないかなと思いますけれども、それはちょっと他の場合の問題なんだけど、イスラムとかちょっと、私が考える感じないかもしれないけど、ちょっと私が見ている場合は、なんか危ない人が韓国にいると、私の人生ももっと危なくなるんじゃないかなと思うことがあります。例えばね、治安が悪くなったらとか、自分の原理のためにこのようなこんな感じするんじゃないですか。それで
そんなことが多くなったら韓国の未来があんまり良くないんじゃないかなと思うんです。いや、そう思います。いや、もちろんね、メリットもあるし、デメリットもあると思うんですけど、例えばベルリンなんかとてもいい例で、もう、それこそベトナム人とトルコ人を、もうすごく大量に受け入れたんですよね。それは国を立て直すために必要だったっていうのが、ドイツの戦争の後だったので、でその後そのままドイツ人ベトナム人もトルコ人も居ついたわけですよね、ドイツの国に居続けましたと。でベトナム人は秩序を守る、ルールを守る、ドイツ社会のルールを守ってるから全然なんでしょう、ドイツ人にも認められてると思うんですけど、私はこんなことはいいと思います。なんかずっと守ったらあんまり問題ないんじゃないかなと思って。でもだけどトルコ人もそうね、トルコ人も一部のトルコ人は守んなかったり、でその後シリアとかね、やっぱりそういう人たちがたくさん入ってきて、ギャングも入ってきた。だからそれはドイツ人もすごく後悔してる、その選択は。今もう移民は受け入れないっていう方向で、ドイツの政治は動いてるけど、ちょっとどうなっていくのかなっていうので、私も移民ではあるからね、流れをこう傍観していますね。そうですね。それで心配してます。韓国の場合。キヨさん、結婚したいとかないんですか？そうですね。恋人はない。欲しくもない。こんなにいたらちょっと私に問題があるんだと思うんだけど、そんなことないよ。ちょっと恋愛することもちょっと面倒くさくて、今、恋愛について欲しいものがあんまりなくて、それで私の場合は今のような自分の仕事やった後、自分が好きなことをやってなんか行きたいことがあったら、例えば、台湾とか日本とかね、タイとかねあったら自分で決めて自分で自由に行く今の世界に不満がないんです。いや、わかります、おっしゃること。でもね、40代になるとそんなにやってもあんまり楽しくないみたい日がもっともっとするんです。それでそれが寂しいかなと最近考えます。いつも面白いんだとかこんなことじゃなくて、ちょっと暇かなとかちょっと人恋しくなってきたんですか？でもね、寂しさの場合は人にやったらちょっと役に立つんだけど、それが完全になんか回復するのはないんだと思います。それは、私の場合は一人ぼっちでしたらもちろん寂しいんだけど、人が集まる時にもその寂しさが解消するないみたいな。いや、わかります、おっしゃること。うちの母が好きでよく言う言葉があって、孤独は、なんて言ったかな、孤独は、グループ性の中にあるね。孤独は、集団の中で人間は孤独を特に感じる。一人でいると、そもそも孤独ってなんていうか対比じゃないですか、孤独を孤立してる状態ですよね、孤独って、心が。だから集団の中にいるとそれが余計際立つ。だってこんなに人に囲まれてるのにここは孤独なんだから、だから孤独を感じやすい場面っていうのは実は人の中に
群れの中にあるんだぞっていう言葉でうちの母はよく使うんですけど、そう私もね、でも今キムさんがおっしゃってた内容とてもうなずきながら聞いてて、一人って楽しいんですよ。楽しいけどね、それで、今結婚したのは、結婚した親しい人とか、会社の親しい人が私の生活について羨ましいとかいうことが多いんだけど、私の場合はね、相手の生活もちょっと羨ましいことがあるかもね。だって人間はね、自分が持ってないことについて、羨ましいとか欲しいものがあるんじゃないでしょうか。もちろんもちろん。隣の芝生は青く見えるって言いますから、ね。そう、恋人で思い出したんですけど、私ね、最近新しい恋人ができて、はい、ドイツ人なんですけど、はい、彼がね、韓国に留学してた人なんですよ。どのぐらいです？ 1年くらい。1年ぐらいになったらね、いろいろ生活したんだ。なんかね、もともとデザイン、アートとか勉強してた人でドイツで、韓国に留学したんです。そうそう、韓国でもそういうデザインとかの勉強を留学先でしてて、で、そうそう、だから韓国人の彼女なんかもいたりしてたらしいんですけど、そうだからね、ちょっと今回もしキムさんの時間があったら合わせたいなと思ってて。そうなんですね。キムさんさえ良ければ。はいはい。大丈夫よ。会いたいです。男性は興味ないんですけれども。もちろん。興味あったら、これは私が思う。はい。あ、なんか似ている仕事やってますか？だったら。いや、彼はね、もっとデザインの方、アートじゃなくてデザイン。例えば、ちょっと違うんじゃん。ウェブモーションデザインって言って動画とかを作ってる人ですね。モーションデザインですか？例えば、なんでしょうね。まあ、動画作ってる人です。動画、ビデオね。ビデオデザイナーって言いましょうか。そうなんですか？モーションって。モーション、動く。動くこと。キムさん、それどうですか？だいぶ広げましたね。왜 이렇게 넓어졌지? 내가 좀 눌러서 그런가? いや、わからん、韓国語言われても。私がちょっとプシしたから。プシしちゃったね。もともとのファンデーションってここにあったじゃないですか。ここだからだいぶ押し倒した感じですね。だ왜 이렇게 났지? なんでこんなにしたの？内側から圧力を与えすぎたはい、ね、私がなんか指ででもいいんじゃないですか？いいですか？こんな感じです。はい。ね、だってね、韓国の場合はヨーロッパ人が好きなことが多くてね、なんか生活するときに役に立つんじゃないかな。ヨーロッパ人が韓国に留学とか旅行とか行くときには、私たちの場合はなんか相手のことが好きなのでいろいろなんか手伝うとかこんなことをやるんですから、多分1年ぐらいになったらまあいいことだと思います。1年って、本当にいい留学期間で嫌なところを見ないで済む期間ですよね。1年ぐらいは多分そうなんですね。韓国人も悪いことがあるんですから。まあそれはね、別にどこの国でもそうですけど、なんか3年ぐらい住んだら嫌なところ見えてくるんですよ。見えますよね。1年はでも楽しいだけ、なんか毎日は新鮮で楽しいなで終わる。だから私もまあ1年留学してましたっていう人の話あんまり信じないというか、なんか楽しいとこだけ体験した人なんだろうな。いいことだけ。自分が生活が良かったら多分いいところだけ見るしかないんじゃないかな。
キヨさんのところでね、私はね、ところで、あれだな、カットしてますか？この後もまだ作業あるんですけど、やってみます？やんないでもいいですし、もしお腹すいたとかだったら。例えばね、今じゃあこのフォーミングが終わって、次トリミングなの。これやってみたいです。私がやってもいいんですか？もちろん。あ、美味しいって、こんなに広く。もしキムさんこれね、この作品焼いてほしいんだったら、トリミングしましょう。じゃあどっちがいいです？まあでもやったんだからね、多分やった方がいい、やった方がいいんじゃないかな。キムさんが判断して残したいんだったら焼きますよ、私。わかりました。じゃあもうちょっとしっかり作りましょうか。こんなにね。私が欲しかったのはこんな大きさじゃない。なんで？まあ手の動きとね、頭で想像してたものがリンクしてなかったんですよね。でもね、それはすごく自然というか、経験がないとね。経験がないから。気持ちいいでしょ？ありえない天気。気持ちいい天気ですね。最初来た時こんな感じの天気見たらもっと気持ちが良くなるんじゃないかな。でも聞いたところでちょっと寒くて風も強くてね、それで、到着した後なんか、今のなんか目標のホステルに行くためになんかいろいろ検索した後、こんなに複雑だなと思って。簡単じゃないみたい問題になって頭が痛くなったんですよ。まあ昨日の場合はですけどね。じゃあこれ作品焼いたら、いつ日本に帰るかわからないですけど、帰るんですか？いや帰りますよ。帰るけどいつかはわからない。その時に母の店に置いとくんで。なんかくだらないものがね。なことない。母の店にね。なことない。だからこっちでなんかボトラブリカウイスキーお願いとか。いや、いいじゃないですか。いいじゃないですか。自分専用の自分が作ったコップで、日本が作る美味しいリカウイスキー注文していいと思いますよ。なんか氷いっぱい入れてロックにしてね。ちょっとウイスキーなのには大きいかもね。そうなんですね。なんかちょっとなんかお通し、ほらお通しこれに入れて。お通しいいんですね。私こっちでお通しいっぱいお願いとか。これに入れてママって言って。これにお通しになったら多分1万円ぐらい。そんなしてないよ。ちょっと形整ってきたでしょ。でこれね、この縁ね、こうやって縁あるでしょ。ここはこのまま残す、それとも綺麗にこうやってストレートラインにして。先に来たことみたいですね。これみたいにするがいいと思います。OK、じゃあこれは私がやっちゃいますね。難しいと思う。難しいと思う。こんな感じで。
あ、スピード利用して。ちょっと段差があるから2回。で、この縁をね、ちょっとこういうふうに丸めてやってください。こうやってちょっとつまんで。ちょっとだけ。そう、こんな感じで丸くしてやって。同時にレコードできます？今ラジオが出るんじゃない？そう、動画撮るとちょっと音は入ります。全然理解できない。まだだって勉強したことない。したことないんですね。なんかスタートしたのはとても多いんだけど、続けるのは1回もいない。まあでもね、英語わかる人とかであれば、スペイン語は割と簡単だと思う。多分そうだと聞きましたけれどもね。割とっていうだけでマスターするのにはもちろんね、時間かかるから。もちろん。はい、いいですね。ちょっとだけまたこれ後できれいにスポンジでこれが 12% ぐらい縮みます。で、そしたらこれをろくろから外していきます。大丈夫ですよ。体で受け止める。分離すること。これを今からひっくり返してそこを削ってやります。いいからちょっと歪みますけど後で修正します。だいぶね薄いですからね。アイスクリームみたいな。で、ちょっと整えて、で、そこをね削ってやるんですけど、こういった道具を使って削っていきます。こっちですか？こっち利用するんですか？どっちでもいいです。で、ちょっとお見せしますね。ちょっととんがってる部分を最初使ってやるといいです。で、このちょっと
シャープなね尖ってる部分を落としてやります。こんなねちょっと、丸めてやる感じ、ね、これを残しちゃうとテーブルを傷つけちゃうんでね、やりたいと思う。ユムさん、エジプトは行ったことあります？行ったことないですね。あ、そう、私の母から聞きました。私の兄がエジプトに住んでて。そうなんですか、グローバルですね。私もまあ家族がアラブに行くんじゃないですか、今。アラブ？うん。エジプトに兄が住んでて、はうちの母もね、来年にうちの兄を訪ねよう。今年か来年か、訪れようと思ってるみたいで、はい。その機会に私もまたエジプトに行こうと思ってるんです。行ったことあります？うん、最近1ヶ月前行ってきたばっかり。ああ、そうなんですか。あ、こっちからなんか遠くないんですか？近いの。あドイツからだと直行便があって4時間で行けちゃう。あ、いいね。うん。だからね、そうそう、私も行ってきます。大丈夫ですか？まあ、私もこのカメラね、あ、そうだ、撮ってんだ、それで。はい、このカメラ、このカメラ利用してゴルフとかね、行った時にレコードするんだけど、すぐこんな風強いところはね。ゴルフはね、一応山であることが多いですから、アンデュレーションがあってね。そうですね。もっとね、削っているよ。もっと削って、ちょっと参考に。どのぐらいです？このぐらい。ちょっとこの肩の部分だけね、肩、ね。ここは薄いの、ほら、ここへこんでしょ。だからここのレーンはダメで、この肩のとこだけもっと削っていいよ。このような。ザクッザクッと最初はね。全然理解できない。どんなこと？それは理解できないですよ。理解できたらちょっと逆に羨ましすぎるから。それが怪しいこと。
ゆみさん、そういえばピラティスのやつ行くって言ってましたよね。探したんだけど、今日の朝行こうと思って検索したけど、もうなんか空席とかあ、そう。予約できないとか、だって人気より私が遅くって多分予約ができないみたいじゃないかな。だってこっちの場合はメンバーシップとか参加した後自由にいろんな場所で参加するのができますけれども、私はそのメンバーシップがないから、ただドロップインの中で探したんだけどあんまり少ない。なるほど。探したのは探した。それでできれば朝早い、まあ明日朝早いできれば予約したヨガとかピラティスとか、まあ、に行くんじゃないかなと思ってますけれども、その後すぐライプチーとか行ったらいいかなと思って、でももう明日移動？明日じゃなくてあさってね。あさっての朝です。それでね、できればこんな感じになったらちょっと変わるかも。だってこんな感じになったら朝早いゴルフ場に行ってもいいかもしれないけど、だったらライプチーが危険だから、それはちょっと。だってゴルフ場に行った後ではまあ5時間ぐらい過ぎますから、これよりは多分簡単な運動だけするつもりです。そう。はい、では見ましょう。まあ大体以上だと、悪くないですよ。ちょっと汚い。初めてだからね、下手なのでね。下手じゃない。大丈夫だと思います。まあ私がこれで正解してたら多分危険なことになったんじゃないかな。生活ができないんじゃないかな。ただ今のような会社人になって大丈夫だって。こんなに実力がね、なんか美術の実力がね、あんまりセンスがないな。そんなことないと思う。悪くないですよ。だったらそしたらね、ちょっとじゃあスポンジできれいにしたら、終わり。これじゃあキムさん、この中にお水入れてきて。悪いけど。あ、大丈夫です。行ってきます。はーい。マリコさん、このバスケットはね、なんか銭湯とか温泉に使ったらいいみたいな。ちょっとグリップセンスがなんかいいんじゃない？ちょっとちっちゃいわ。ちょっと温泉で使うにはちっちゃいわ。いいんじゃないかな。そしたらね、これギューって絞って、こうやって表面をきれいに、ね、滑らかにしてやる。それが最後のオそうパレーションですか？そう、最後のオペレーションで、この時にグッて押さない。じゃない。あくまでさっさっさって、ここもね。鳴らしみたいな。そう。自分の体きれいになれるように。そう、きれいしてやる。だって私、日本の場合は温泉も大好きなんです。あ、そう、裸になるのは抵抗ないの？裸ですか？裸。裸。抵抗ないの？抵抗って何です？ Like hesitance。裸になるの恥ずかしくない？だってね、銭湯はね、韓国の場合も前から銭湯があったんだからね。あ、そう。はい。それでまあ。今もあるの？今ね、実はポーランドでね、銭湯、こっちのなんかサウナとかいたことあるんだけど、そっちはちょっと恥ずかしかったね。あ、そう。はい。それがちょっと恥ずかしい。韓
国の今の若い人は温泉入るんだ。あんまり好きじゃないみたいだけど、まあ彼らも、ちょっと年取るとね、気持ちがいいんですから、多分、まあ、気になるんじゃないかな。まあ、今はプールとか、ワーターパークとか、こんなのが好きなんだ、好きかもしれないけれども、ちょっと年取ったら、やっぱ温泉とかサウナがいいんじゃないかな。そうだね、年取ると良さが分かりますよね。前にね、日本で温泉じゃなくて、ただ狭い銭湯だったんだけど、多分函館で初めて温泉、銭湯行ったことあります。それでちょっと行ってきた後、なんかぐっすり寝ましたけれども、そんな気分が今まで忘れない。そう、すごく良かった。はい、もちろん韓国にも、銭湯とかサウナとかあって、まあいろいろ行ってきたんですけど、日本の温泉って特別な魅力があってよく来ます。ね、温泉いいですよね。いいですね。私もまた行きたいな、日本の温泉。だって札幌からどっちだったっけ？定山渓？はい。なんで正解？いや、わかるよ。札幌の温泉ったらもう定山渓しか浮かばないです。定山渓行ったことないわ。おすすめ。登りし行ったことない。あるんだけどね。あ、そう。でもずっと前からの話だったんだけど、こっちも良かった。登別も、私登別逆に行ったことないんですけどね。でも、そうそう、定山渓はね、すごいですよ。もう温泉街としてもう有名ですから。有名ですね。おすすめしたいところがあるりますか？うちの母に聞いたらいいと思うんですけど、母行ってきます。だから。母と一緒に、私が去年一時帰国した時に、母と一緒に行ってきました。そう、温泉があって定山渓に、そこはね、足湯だけだったの。足湯だけ。あ、そうなんですか？そう。温泉じゃなく？温泉だけど、足湯専門で、だから足湯しながらお菓子食べたり、お茶飲んだりして。それもいいんですね。そうそう。はい、ではちょっと見ましょうか。ここがちょっとへこんでるね。実力が減ったのか。パンクした。このまんまにしたかったらこのまんまでもいいし、ここを埋めたかったら埋めることもできますよ。でもフィックスするのがいいんじゃないかな。フィックスしたい？じゃあしましょう。そろそろお腹ペコペコ。ちょうどじゃああと10分ぐらいで終われると思うから、行きましょうか、そろそろね。何探します？いや、大丈夫。ちょっとだけ。ちょっとだけ鳴らしてやって穴を。こんな感じで。なんか、格子状の、コンクリートみたいな、私が作ったの。グレー色の、なんか、このなんか、道になんかするコンクリートみたいな。グレー色のコンクリート。シメントみたいな。そんなことないですよ。そうですか。なんだって？これでするんだよなと言いました。どういうこと？だって鉛筆みたいなこんなやつでなんか名前とかね、映画みたいな。私いつも書く映画あったんだけど、犬みたいな。じゃあそれ書いてください。韓国の SNS の中でカカオとくことがあったんだけど、LINE みたいな、メッセンジャーがあって、そのメッセンジャーのキャラクターの中で
犬がいます。うん。このやつ書きます。うん。名前とこの英語って書きます。うん。そしたらね、普通はどこで、センターですか？センターか、でも下とね、か。そうね、センターだとちょっと沈んじゃうけど、後から押し返すから、押し出すからひっくり返した後に、どこでもいいです。ここのどこでもいい。わかりました。怒った犬の後ろ。怒った犬の後ろ姿どうして後ろ姿なの？私が好きな文字がちょっと腕組んでる。こんなして。いいじゃないですか。怒ってる。ちょっと偉そうにしてるね。私が、よく使うイモチコンだけど、これですよ。本当だ。怒ってる。怒りマークある。怒ってるじゃなくて、なんか、傷ついた犬の後ろ。はい、とてもいいですね。KMK、これは私の名前ですね。キム・マンギーと。私はキム・マンギーですか？キム・マンギー。キムさんがファーストネーム。ファーストネームじゃなくて、はい、家族の名前ね。はい、そうなんですね。でも、キムさんでいいから。だってマ今の、ンギーマンギーでいいよ、マンギー。それでママさんの場合はマンギーさんとか言うんですけど。でも、マンちゃんだね。はいはい、マンちゃんで言うんですね。多分マンちゃんだね、日本だと。だって、一つの名前とちゃんと一緒にして呼ぶことが多いんですか？どういうこと？最初の名前一つとちゃんと言ってミックスして、マンギーといえばマンちゃんと。日本人は省略するのが好きなの。で、ちゃんはもう相性だよね。ちょっと聞こえが可愛くなる。そう、だから、マンちゃんって、よく呼ばれますね。ちょっと形を整えてやったら、今日はこれでおしまい。Sí, sí es. Yes. そうそう。ノーはノーですか？でも短いの。の。で、ここが盛り上がっていったら、押し込んで。で
こんな感じでいいじゃないですか。はい。今日って月曜日？多分そうだと思います。じゃあ会社の、メッセンジャーがあったんだけど、今日遅く出勤しますとか、メッセンジャーがあるかも。そうだったシレニアンカフェ閉まってるかも。ちょっと待って。月曜日なのに月曜日だから閉まってるところ多いのよ。そうなんですか。そうしたら、今日閉まってる。なんか、今日の朝のヨガとか朝のピラティスがなかった。それがそんな理由ですか？そう月曜日休みのとこ多いの。多いんですか？そういうお店は日曜日やってるところが多い。珍しい。たださ、他のこともあるんじゃないかな。ちょっと歩きますけど、大丈夫です。お肉屋さんがあるの。お肉屋さん。で、そこでご飯食べれる。ソーセージとか。あとその横にパン屋もある。ね、ローカルなお店ですけど。いいよ。はい、いいじゃないですか。ほら。わーっていう子もいいですね。写真撮ってあげましょうか、キムさんは。ね、これ持って。縦がいい？横がいい？大丈夫ですよ。そう。3、2、もう一回、3、2。子供みたいに撮ったんじゃないの？とてもいい感じでしたよ。これはここで感想を。はい。後で焼くんですね。ちょっと